皆さんこんにちは、みなりんです。ですね、私今まであまり出してこなかったんですけども、メイクが結構好きなんです。その中でも一番ファンデーションは気にしていて、結構いろんな種類を持っています。やっぱね、お肌が綺麗に見えるだけでその日の印象がぐっと変わるっていうか、やっぱりファンデーションは重要だなと思っています。一番気にしている部分だからこそめちゃくちゃファンデーション持っていて、実は本日は私のファンデーションを皆さんに全部お見せしたいと思います。はい、では早速私のファンデーションを紹介していきたいと思います。まず1つ目です。じゃじゃん、アーバンディケイネイケッドスキンのファンデーションです。私乾燥肌なんですけども、冬になるとちょっと乾燥しすぎるところがあったので、どっちかっていうと夏によく使っているファンデーションです。次はこちら、エスティローダーのダブルウェアファンデーションです。海外でも日本でも一番人気っていうぐらい人気な商品じゃないでしょうか。今毎日使っているファンデーションはこのファンデーションです。重すぎず軽すぎずでちゃんとカバー力もあって、本当の肌のように馴染むファンデーションなので、すごく愛用してます。しかも全然乾燥しないので一年中使えます。次に紹介するのはこちら、マーク・ジェイコブズのファンデーション。これはね、ジェルファンデーションなんです。ジェル系のファンデーションなので、すごく伸びもよくってみずみずしいファンデーションです。ただね、ちょっと軽いのでさらっとつけたい時とかによく使います。カバー力はそこまで必要ない乾燥肌さんにはおすすめです。次はこちら、カバーガールの 3in1 ファンデーションです。プライマーの力を持ってコンシーラーのようにコンシールして、ファンデーションのように伸びがいいって言われている3つの力を持っているプチプラコスメです。これ日本にも売ってるのかな。アメリカではいろんなところで売っていて、一時期すごく流行ったファンデーションです。私はプチプラコスメの中で一番好きなファンデーションです。本当にね、すごく柔らかいんです。ちゃんとカバー力もあって使いやすいファンデーションなので、去年はほとんど毎日これを使っていました。今の私にとってはちょっと色が濃いので使わなくなっちゃいましたが、プチプラのコスメなので皆さんぜひぜひ見てみてください。で、次ですが、こちらもプチプラです。メイベリンのウォータージェルファンデーションです。めっちゃみずみずしい。こうやって水の雫が出てきます。そんだけみずみずしいので乾燥肌さんにはすごくおすすめです。伸びがすごく良い分カバー力もちょっと落ちるかなと思うので、あとね SPF35 が入っているのでめっちゃ使いやすいです。カバー力が気になる方はお化粧の下地として使うといいかなと思います。次はこちら、ローラ・メルシエルティンテッドモイスチャライザーです。これはティンテッドモイスチャライザーなのでファンデーションとはちょっと違うんですけども、カバー力のあるクリームみたいな感じです。クリームなのですごい乾燥肌さんにおすすめですけど、やっぱり普通のファンデーションよりはあまりカバー力がないんです。確か 2,3 年ぐらい前に毎日使っていたファンデーションです。今じゃちょっと物足りないかなと思う時があるんですけども、これも SPF が入っているのでめっちゃ使いやすいです。ぜひぜひ試してみてください。次はこちら、ディオールのファンデーション。結構高かったイメージがあります。確か結婚式か何かおしゃれをしたいなと思った時に購入したファンデーションです。ちょっと重いクリーム系で、仕上がりは上に粉がいらないぐらいドライな感じになります。ちょっと重いので毎日は使いづらいかなと思うファンデーションです。次はこちら、アクアリフトのミネラル BB クリームです。めっちゃ伸びがよくって BB クリームなんですけども、しっかりとカバー力があります。個人的には大好きなんですけども、匂いがちょっときついんですよね。でもファンデーションとしてはすごくおすすめです。そして最後に持っているのがこちら、ボビー・ブラウンのファンデーションです。結構みずみずしくて伸びがいいんですけども、ちょっとカバー力が低いです。このファンデーションですが、アメリカの気候だと私にとってパーフェクトなんですけども、日本だとちょっとみずみずしすぎるのかな。テカテカしちゃってあんまり日本では使わないんですけども、アメリカ帰った時とかよく使っています。はい、というわけでたくさんのファンデーション持っているんですけども、どれもなんかそれぞれ用途があって、どれもそれぞれ素敵なんですけども、全部混ぜたら最強のファンデーション作れるんじゃねというわけで、ちょっと今回はじゃじゃん空のファンデーションボトルを購入したので、この中に全部ファンデーションを入れてオリジナルファンデーションを作っていきたいと思います。どのファンデーションも無駄にはしたくないので、全部ほんのちょっとずつ入れながら混ぜて、これは全部使い切りたいと思います。では早速混ぜていきましょう。この入れ物可愛いですよね。本当にちょっとだけ
ではまずこれぐらいずつ入れていきたいと思います。ディオールのファンデーションに3、BB クリーム1、2、3、ティンテッドモイスチャライザー、これぐらいかな。よーく混ぜて、ダブルウェアファンデーション1、2、ボビーブラウンに1、2、マーク・ジェイコブのファンデーション。はい、全部入れました。重い系とか水系とかジェル系とかいろんなファンデーションが入っているので、どんなファンデーションになるんだろう。はい、今ファンデーションを全部拭き取って肌はすっぴんになってきました。これぐらい手に取ってつけていきたいと思います。フローラルな匂いがします。これは BB クリームですね。なんか重めなのか軽めなのかがよくわかんないです。はい、チークとパウダーやってきました。触ると本当に自分の肌みたいに軽いのにカバー力ちゃんとあるってめちゃくちゃすごくないですか？じゃあこのファンデーションがどれぐらい持つか知りたいので、また今は見えるかな、今15時なんですけども、また後で戻ってきてどんな感じかお見せしたいなと思います。10時39分です。ファンデーションを見るとほんのちょっとテカリがあるかなと思うぐらいで、チークがまだ残ってるってことはベースのファンデーションがしっかり残っているからだと思うので、結構持ちもいいと思います。テカリが気になるからお粉を上からつけてあげれば、もう全然大丈夫。いろいろな化学反応とか変になるかなと思ったら全然そんなことなかったので、多分最高のファンデーションできました。皆さんもぜひぜひ試してみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。